最近僕が手にしたシューズがこちらです。オンのクラウドモンスター3ハイパーというモデル。これがねすごく良かったです。僕は全然ランニングにすごく造形が深いわけではないんですが、もう履いた瞬間に分かる他のシューズとの違いみたいなものをすごく感じて、初心者向けかと言われるとよりスピードを出す人とか、あとはレースも含めてね視野に入れてる方向きのシューズにはなるかなと思うんですけど、ちょっとね普段履きみたいな観点も含めて僕なりに気に入ったポイントをビギナー寄りの目線で話したいと思います。ちなみにですね、このシューズは、誕生日プレゼントで奥さんからいただきました。はい、本当にありがとうございました。本題で言うと、最近僕がすごく走り始めてるんですよ。走り直してるっていうところなんですけど、もともと中高大と僕は陸上サークルに入っていて、短距離ではあったんですけど、走ること自体は前からずっと好きだったんですよね。ただやっぱ社会人になってもうね、一緒に走る仲間みたいなのがいないと走らなくなってくるんですよね。ちょっと億劫になってきて、もうなんだかんだ4年くらいはブランクというか、もう年に数回走るくらいにはなっていました。ただそこで最近僕が走り直し始めたのがハイロックスへの出場を決めたからなんですね。ここ最近動画ではよく喋っていますが、1キロランニングして1キロトレーニングするっていうのを8セット繰り返すっていう競技です。ランニングブームの延長線でちょっと火がつき始めていて、ストイック界隈の皆さんには結構ね多分知名度も高くなってきている競技だと思うんですけど、これに3ヶ月後にね出ることになったので、もういよいよランニングを無視はできないということで走り始めました。で直近ですね20キロのマラソンにもちょっと出てみたりとか、自分の中でのランニングへのブランクとか抵抗感みたいなものがだいぶ軽減されたので、もう思い切ってちょっと気になっていたシューズを履いてみようということで、このオンのシューズに手を出したというわけなんですね。最近の僕の生活はもう動画か AI かハイロックスです。はい。でなぜこのシューズを選んだのか、もちろん機能的なところはあるんですけど、カルチャー的なねストーリーというか流れも僕の中では結構強くて、それについても触れていきたいと思います。そもそもさっき言った通り、僕のランニングのあれは2020年前後で止まってるんですよ。なので他がちょっと人気なのかもくらいの時代で僕の感覚止まってたんですよね。だから正直オンという選択肢はありませんでした。2020年前後のオンってスタートアップですみたいな方々がオンの黒いスニーカーをセットアップに丸首の T シャツで着こなしてるみたいな印象で、なんていうんですかね、そういうちょっとテッキーなスニーカーぐらいの印象だったんですよ、ブランド自体が。オンからランニングに紐づくイメージは全くなかったですし、実際ですね、僕以外にも調べてみると2022年あたりからオンもランニングみたいな本格的なスポーツシーンでちょっと注目が集まり始めているようで、それまでは本当にちょっと機能的な歩きやすいシューズ、テッキーなトレンドなシューズぐらいの印象だったし、実際にもそうだったっぽいですね。ただ、その2022年あたりからだんだんとオンのランニングシューズがいいぞっていう風な話が広まっていって、で僕も多分2023、4年あたりからオンというブランドをスポーツの文脈で触れる機会も増えてきて、ちょっとかっこいいなみたいな。もう本当に僕学生時代アシックスしか履いてない人間なので、ちょっと先進的でかっこいいな、憧れるなくらいのイメージがだんだんとできてき始めました。で昨今のねランニングブームでもうおしゃれインスタグラマーたちがもうみんなオンのシューズとか履いてるじゃないですか。そういうのもあって、今までのオンイコールスタートアップの制服みたいなイメージがイケてるランニングシューズみたいなものにシフトしていきました。で最後に僕にとどめを刺したというか、オンのシューズちょっと試したいというふうに思った決定的な要因がテクノロジーだったんです。オンのライトスプレーというテクノロジーをご存知でしょうか。僕も去年ぐらいに知って、スプレーでフィラメントをプシューッと吹きつけて3分間で一足のシューズを形成するというような技術なんですね。シューズの製造の工程をもう一気に縮めたりだとか、あとは足との一体感ですよねが上がったり、CO2 の排出量を通常の工程よりも減らしていたりだとか、オンって
割とそういうテクノロジーをこう生活レベルまで落とし込んでいるかなり稀有なブランドの一つなんだっていうのをその辺りで認識したんですよね。そこでがぜ興味が湧いていた中でこのオンのシューズですよ。で特に僕はブランドのクリエイティブにハマりましたね。クラウドモンスター3が東京で先行発売する動画があって、これがすごいかっこよかった。そこでもう完全に心をつかまれて、よし何を買おう何色買おうというようなそのレベルまでいっちゃいましたね。今こうテクノロジーの話をした通り、オンのシューズはスイスエンジニアリングというところをすごくこう銘打っています。スポーツシューズとかスポーツブランドってこう身体性をすごくこう強調するようなイメージが強いんですよね。なんだろう、しなやかな筋肉とかなんか躍動感とかっていうエンジニアリングのもう技術の結晶なんだっていうようなアピールの仕方は僕の中でぶっ刺さりました。その中で僕が、このクラウドモンスター3ハイパーを選んだ理由ですね。当初はさっき話したようにクラウドモンスター3を選ぶ予定でした。比較的こうブランク明けの僕みたいなこうビギナーでも割とこう触れることができて、でもこう機能とか見た目にオンらしさも備えている、そういったこう感覚で、試着をしに行きました。で僕が行ったのが、フラッグシップの一つですね、オンストア東京かな、原宿のキャットストリートにある店舗なんですけど、まあ混んでる、ここが本当にめちゃくちゃ混んでるんで、軽々しく行かない方がいいと思います。すごく時間の幅を余裕を持たせた上で行ってほしいんですけど、そこで、このクラウドモンスター3とそのハイパーが並んでたんですよね。ハイパーはちょっと試してみたいなと思って履いた瞬間に、今まで僕が履いてきたシューズとの圧倒的な違いを感じました。反発力がとんでもないんですよ。ポーンと上というよりは前に跳ねさせてくる感じ。これは非常に説明が難しいんですが、他にレビューされていた方の言葉がすごいこう秀逸というか的確だったので拝借すると、転がるような感じ、こう車輪がコロ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 っと転がっていくような感じで勝手に前に進んでいく推進力が生まれるんですね。走らずに歩くだけでもものすごくこう違いを感じました。とにかくこう前に前に進ませてきて、で実際にこれを履いて走ってみると足がもう先に前に出るんですよ。足がこう自分の意思よりも先にこう前に出てくる感覚がすごくあって、どっちかというとそれに自分の気持ちとか体を追いつかせる感じで自然とスピードとタイムが上がってて、めちゃくちゃ疲れるんですけど、そういう感覚を得ましたね。今までこういうシューズで走ってきたことがなかったので、それまで僕が使ってたのはホカのクリフトンのシリーズだったんですよ。あれも結構厚底で反発力高いんですけど、ちょっと足に優しいなとか跳ねるような感覚で気持ち軽く走れるなみたいなのがあったんですけども、全然違う。なんだろう、このゴムとかクッションを踏んでるんじゃなくて本当に転がっていく感じがすごいです。こんなこと言うと怒られるかもしれないですけど、これ履くだけで1キロあたりのペースが20秒ぐらい変わると思います。僕は変わりました。足が速くなったというよりは僕の限界を引き出してくれるような感じですね。今まで勝手に自分の気持ちで抑えていたペースをもう無理やり上げられるような感覚があります。でこれがハイパーと、ハイパーのない通常のクラウドモンスター3の違いだったんですよ。クラウドモンスター3通常モデルも履いたんですけど、僕の中ではこれを履いた後に3を履くとなんか別に普通な感覚がすごかったんですよね。十分反発力はあるんですけど、そこまででもない。なんだろう、むしろ安定感があったかな。こっちはもう前に進まざるを得ないみたいな推進力を歩くだけでも感じるんですけど、通常のラインだとそれはなくて、やっぱりこれを履いた後だとハイパーで走りたくなっちゃったんですよね。でこの実際に通常モデルとハイパーの位置づけの違いをショップのスタッフさんとかに聞いたんですけど、結構好みっぽいですね。もちろんこの反発力が合わないっていう人は確実にいるので、一応3の方はイージーラン、だから普段のジョギングとか、ちょっとしたランニングのトレーニング向き。一方でこっちはテンポ走、少しスピードを上げて走るようなランニングの時におすすめというふうに用途としては書いてありました。ただ履いてちょっと動いてみてしっくりきた方でいいみたいな感じの見解でしたね。でこれは僕の部活時代からの経験ですけど、シューズを本来的な用途にそこまで強く縛られる必要はないと思ってます。自分が履いて歩いて走ってしっくりきた方が
多分こう体には合っているし、あとまあ何よりテンションが上がると思うので、なので僕はもうハイパーの方を選びましたね。でこれ人によってはもう全然レースでもこれでいけるんじゃないかというふうに言っていて、僕も本当にその通りだと思います。なんかもう少し軽量な方がいいっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、僕はむしろ軽すぎると足が滑る感覚があって苦手なんですよね。アシックスのターサーとかすごい苦手な人だったので、ちょっと重みがあって、でむしろ足に推進力を生んでくれるようなこういうモデルの方が僕の感覚には合ってるんだろうなと思います。でこれちょっとランナーの方とかには怒られるかもしれないんですけど、普段履きにもすごい僕は気に入っているんですよ。まあ厚底なんでね、こうシルエットが決まりやすいっていうのは1個ありますよね。普通の私服に履いてもこのソールのインパクトはでかくて、このオンらしいソールなんですけど、こう今で言うと一般的な A ラインのシルエットみたいなものをこう太めのパンツと合わせて使うのにもすごいいいです。あとこれ僕カラーリングもその私服合わせをちょっと意識して選んだんですよ。少しこうホワイトグレー寄りで、ただこのソールのグリーンっぽいカラーリングがちょっとこうテッキーな印象も与えつつ、ところどころねこのロゴとか、あとこのシューレースがブラックなのですごいこうメリハリもついてるんですよね。この辺がすごい気に入っています。こういう僕の今履いてるような太いデニムとはすごく相性がいいんじゃないかなと思いますね。で先ほど話した通りで、歩くだけでもこの反発力、あと推進力っていうのはすごく強く感じるので、歩いていて楽しくなるようなシューズっていうのはもう間違いなく言えるんじゃないかなと思います。ただあくまでもこれランニングシューズなので、カジュアルシューズとして使うのは本来の用途ではないので、それこそこうもうソールがね摩耗する頻度が上がったりだとか、あとちょっとこう足に負担がかかったりとかっていうところはあるかもしれないので、その点だけ皆さんの方でご判断いただいてっていうことにはなりますかね。いやー、それにしてもすごく気に入っているし、数年前の僕は多分オンでランニングをし始めているとは夢にも思わなかったんじゃないかな。とにかく履いたら分かるっていうのは結構大きいかもしれないですね。ぜひぜひ検討してみてください。僕もとりあえずハイロックスまでは走りまくるので、その間ひたすらねこのシューズをちょっと履き潰していこうかなとは思っております。はい、ということで、このチャンネルでは他にもライフスタイルに関する様々な動画を載せているので、ぜひチェックしてみてください。またチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。今日はこの辺で、以上なごみけでした。では。